皆さんこんにちは、チリスタジオです。よろしくお願いします。今回は最近 DM などでソニーの α7C2 のおすすめのレンズは何ですかだったりとか、2本目に買うとしたらどんなレンズがいいですかといったお声をいただいたので、もし私がおすすめするとしたらどんなレンズをおすすめするのかというテーマでお話をしようかなと思います。ということで今回はソニーの α7C2 におすすめしたいレンズについてお話をしていこうかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラと過ごす日常をちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで制作したプロダクトなどをご紹介しています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録、高評価いただけると嬉しいです。最初にお伝えはしておくんですが、私はソニーからカメラを始めたわけではなくて、約3年ほど前にキヤノンの EOS R6 からソニーの α7R5 に乗り換える形で購入をしています。その時もともとキヤノンでも大三元のレンズは使っていたので、ソニーでは FE2470mm GM2、あとは 70-200mm の GM2、あとは FE50mm の F1.2 GM をもう同時に購入をしました。ですので今日皆さんにご紹介するレンズはしっかりと長い時間使ったということは少なくて、借りたりとかレンタルをして使ったレンズもあります。ただ実際に触ってみて、私が初めてレンズを揃えるんだったりとか、あと2本目に揃えるレンズ、このあたりのレンズをお勧めしたいなというものを今回ご紹介したいなと思っているので、参考になれば嬉しいです。少し前に失敗しないレンズの選び方、まずは標準のズームレンズと 50mm の単焦点という動画の中でもお話はしているんですが、私は標準のズームレンズと 50mm 付近の単焦点レンズがまずは一番おすすめだと考えています。詳しいお話はぜひそちらの動画を見ていただけると嬉しいんですが、せっかくレンズが交換できるカメラを買ったのであれば、レンズ交換を楽しんでもらいたいと思っていますし、持ち出しやすいカメラであることが最初のうちはとても重要だと思っています。ですので今回は比較的購入しやすく気軽に使えるレンズとして、標準ズームと標準単焦点の2種類のレンズについてご紹介できればなと思います。まず標準ズームレンズですが、α7C2 のキットレンズの他に2本ご紹介しようと思います。標準ズームレンズの魅力は日常で使いやすい画角で、1本で多くの日常のシーンを撮ることができる万能さが魅力だと思っています。特に最初の頃は広角気味から中望遠程度までカバーできると、旅行や日常でも使いやすいですし、家族や友達を撮るのにもいい画角が入っています。また自分の好きな焦点距離を探す一つのきっかけにもなるレンズだとも思っています。広角気味でよく撮っているなと思ったら、広角の単焦点や広角のズームレンズを買い足すなどと、そういうのを考える一つの指標にもなりますよね。よく写真を撮る練習で 50mm などと決めた単焦点に合わせてレンズを固定して撮影をして、疑似的な単焦点レンズを作って構図の練習をするなどにも使えると思います。そんな標準ズームでおすすめのレンズをご紹介できればなと思います。まず1本目にご紹介したいレンズですが、ソニーの α7C2 のキットレンズにもなっているソニー FE2860mm F4 から 5.6 というレンズです。今回は価格もお話ししようと思うんですが、新品で約47,000円となっています。このレンズは何といっても小型軽量で、小さな α7C2 にもとてもぴったりです。私は軽いレンズと軽いカメラと合わせた軽いシステムが大好きなので、α7C2 とともにお借りして数ヶ月間使用していましたが、気軽にカメラを持ち出すことができるレンズだなと感じました。ズームレンズキットとして購入すればプラス25,000円ほどで購入ができる、その価格も魅力だと思っているので、まずカメラを買って始めてみたいという方はキットとして買っては損はないのかなと思います。
続いて2本目はシグマのコンテンポラリー 2870mmF2.8DGDN というレンズです。価格は約89,000円で、だいたい10万円を切る価格で購入ができるレンズです。少しだけカメラの基本のお話をしますが、カメラとレンズを装着する部分をマウントと呼びますが、それが各カメラメーカーごとに〇〇マウントと呼んで規格が決まっています。ソニーのカメラでは E マウントと呼ばれるソニーが開発しているマウントがあり、このマウントに適合するレンズがソニー以外からも発売されています。これをサードパーティーレンズなんて呼んだりもしますよね。今2本目にご紹介しているシグマという日本のレンズメーカーもソニーの E マウント用のレンズを発表しており、ご紹介するレンズも E マウント用を購入すればソニーのカメラで使用することができます。詳しくは購入前に量販店の方に聞いてみると安全だと思います。さて、このシグマの 2870mm というレンズですが、F2.8 同士と F 値と呼ばれるレンズの明るさを示す値が F2.8 とズームレンズとしては明るいレンズとなっています。カメラメーカーさんは各社 F2.8 投資のレンズを力を入れて開発しており、大きく高価なレンズがラインナップされています。例えば私が今撮影で使用しているソニーの FE2470mmF2.8GM2 というレンズは30万円以上するレンズで、初心者に手放しにおすすめですと言える価格ではないですよね。そんなレンズに近い価格と F2.8 という明るい F 値を持ったレンズがシグマさんからリリースされており、それが今2本目にご紹介する 2870mm のレンズです。価格は9万円を切っており、純正の3分の1程度の価格で購入することができます。しかも純正のレンズが 695g に対してシグマさんのこちらのレンズは 470g と軽量です。さらに1本目のレンズよりも被写体に寄って撮影することができます。寄って撮影ができるので近くのものを大きく見せたり、カフェやレストランでのテーブルフォトなんかでも椅子から立ち上がらずにピントを合わせやすくなります。28mm から 70mm と標準的な画角をカバーしており、短い撮影距離にも対応するので万能な F2.8 投資のレンズです。さて3本目にご紹介するのもシグマさんのレンズなんですが、それが 20-200mmF3.5 から 6.3DG というレンズです。最近発売されたばかりのレンズで価格は約12万9,000円のレンズです。このレンズは 20mm という広角から 200mm という望遠までカバーできる広い焦点距離を持つレンズです。このレンズは私も実際に欲しいなと感じていて、先ほどの2つのレンズよりも広い画角からより望遠の 200mm までカバーするのに、重さはなんと 540g と思ったよりも軽量で、旅行なんかに1本持っていくのにも候補に上がるレンズだと思います。F 値は可変で望遠にズームするとだんだんと開放の F 値が下がっていくんですが、先ほど1本目に紹介したレンズと比較してみると、ソニーの 2860mm よりもシグマの 20-200mm の方が暗くなる焦点距離が多くの場所で長いことがわかります。ですので最初におすすめのレンズとしても優れていると思いますし、ステップアップにも最適なレンズになるとも言えるかもしれません。そして 20-200mm の特徴はさらにもう一つあります。それはかなり寄って撮影をすることができるというところです。28mm から 85mm の間ではハーフマクロと呼んだりしますが、マクロレンズほどではないですがかなり近くに寄って撮影することができます。ですので焦点距離の部分でも撮影距離の部分でもかなり万能なレンズの一つだと思います。F 値が暗くなってしまい、撮影の環境によってはノイズが出やすくなってしまうかもしれませんが、最近のカメラではノイズ耐性も強くなっていますし、ライトルームなどのノイズ除去の機能なども使えば F 値はそこまで気にしなくてもいいのかもしれません。さて、ここまで3本のズームレンズをご紹介しましたが、どれも最初におすすめしたいレンズです。少し画角の違いを比較してみると、20mm、24mm、28mm、
35mm、50mm、60mm、70mm、85mm、105mm、135mm、150mm、200mm、このように画角が変化します。20mm から 200mm と比較をしてみるとかなりの違いを感じると思いますが、この 200mm でも綺麗に撮影できるのはカメラの楽しさの一つでもありますよね。気軽にまずはキットレンズで始めたい方はソニーの 28-60mm はベストな選択だと思いますし、本格的な撮影を目指してみたい人はシグマの 28-70mm f2.8 のレンズ、そして様々な撮影にチャレンジしたい、一本でいろんな楽しみ方をしたいという方にはぜひシグマの 20-200mm を手にしてみるといいのかなと思います。続いて単焦点レンズですが、単焦点レンズはやっぱり F 値の低くて明るくてボケが楽しめるレンズや、軽くてコンパクトで気軽に何でも撮れるようなレンズが最初はおすすめかなと思っています。ですので今回は2本ご紹介できればなと思います。さて1本目にご紹介したいレンズはソニーの FE35mm f1.8 のレンズです。価格は79,000円となっています。このレンズは開放 F 値が 1.8 と非常に明るいレンズです。最短撮影距離は 22cm とある程度寄って撮ることができます。35mm という画角と寄って撮れるっていう点から室内やカフェなどの日常でも撮りやすいですし、ストレスなく撮影ができるスペックになっていると思います。単焦点の特徴でもありますが、小型でありながら開放で F1.8 で撮影することができます。ですので夜の暗いシーンでも撮りやすいですし、被写体と距離を適切に撮ることで F1.8 という明るさでぼかして撮影することもできます。子供や家族との思い出の記録だったり、旅行での一コマ、あとは夜のレストランでの撮影など FE35mm F1.8 であれば万能に撮影することができると思います。カメラ初心者の方でもあまり被写体との距離を気にせずにサクサクと軽快に撮っていくことができると思います。続いて2本目にご紹介したいレンズが FE40mm f2.5G というこちらもソニー純正のレンズです。価格は85,000円ほどです。ソニーにはレンズの名前の後ろに G だったり GM、ZA などの文字が含まれるレンズと、先ほどからご紹介しているように何もついていないレンズが存在しますが、このレンズは G という文字が入っているいわゆる G レンズと呼ばれるレンズです。ソニー FE2.5G は G レンズで、ソニーが解像度はもちろんより美しいボケや筐体デザインなど無印のワンランク上を目指して作られているレンズです。そんな 40mm f2.5G のレンズは F2.5 の開放を持ちながらも 173g とかなりの小ささを実現しているレンズです。同じシリーズとして FE50mm f2.5G というレンズや FE24mm f2.8G というレンズなど小型で軽量なモデルもあります。先ほどご紹介した FE35mm f1.8 と比べても 100g ほど軽量であり、このレンズも比較的寄って撮影することができます。同じシリーズの FE50mm f2.5G と比べるとオートフォーカス時は 50mm のレンズが 35cm に対して 40mm は 28cm まで寄ることができます。F 値が 2.5 と若干暗いレンズではありますが、その分小型軽量になっているので、先ほどご紹介したズームレンズに合わせてもう一本カバンに入れておくのにもいいかなと思います。カメラメーカーは変わってしまいますが、最近 ZF というニコンのカメラに 40mm のレンズをつけて撮影することが増えているんですが、40mm の画角がちょうどよく広すぎず、50mm ほどぐっと寄ってしまわない感じが心地よくて撮影がしやすい画角だなと感じています。FE40mm も万能さが高いレンズだと思いますので、ぜひチェックしてみていただけたら嬉しいです。ここまでまとめると、単焦点レンズはソニーの FE35mm f1.8 と FE40mm f2.5G をおすすめしたいなと思います。1点 FE40mm f2.5G のレンズを選ぶ場合は、開放の F 値が F2.5 ですので、
もし 2870mm f2.8 などの f2.8 投資のズームレンズを持っている場合にはあまり大きな差は感じられないと思うので、 f2.8 のズームレンズをお持ちの方はもっと明るい f1.8 クラスのレンズをおすすめしたいなと思います。もちろん軽くてコンパクトで 40mm はとても使い心地がいい画角ですので、それだけでも十分買う価値はあると思います。今回ご紹介からは外してしまったんですが、リニューアルされたシグマの I シリーズの単焦点シリーズの 35mm f2DG や 50mm f2DG などもおすすめしたいです。ただ現在リリース時期などが明確に決まっているわけではないので、今回ご紹介からは外しました。中古でも買えるとは思いますが、一つ前のシグマの 35mm f2DGDN というリニューアル前のレンズはよく α6700 につけてスナップで使っていたんですが、シグマの I シリーズは質感もすごく高く、絞りリングの操作が気持ちよく、私も好きなレンズです。はい、ということで今回は標準ズームと単焦点レンズ、どちらも小型で万能なものをピックアップしてご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。カメラが好きな人あるあるかもしれませんが、レンズ選びをする時間ってすごく楽しいですよね。今回改めて E マウントのレンズを調べてみたりとか、あとはソニーストアに行ってみて触ったりとかもしてきました。そこで感じたことが1点あります。私は標準レンズといえばもう 50mm だと思っているんですが、私の個人的な意見ですが、E マウントでもうこれだと思える皆さんにおすすめできるレンズがまだないようにも感じています。ソニーからも 50mm 周辺のレンズはたくさん出ていますが、 F1.8 クラスの 50mm で軽くある程度寄れるレンズがあったらいいなと思っています。よく取り上げられる 50mm 付近のレンズですと FE50mm F1.8、 無印は 45cm、あとは FE55mm F1.8 のサイズのレンズは 50cm と若干テーブルごとには近い印象があって、体を反って撮らなければいけないことも多くなると思うので、若干扱いが難しくなってしまいそうだなと感じています。ぜひ 50mm で軽く F1.8 くらいで寄れるレンズが出てくれたら嬉しいなと、そんなことを感じています。そんな感じでいろいろと調べていたら、私も新しいレンズが欲しくなってきてしまいましたね。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルが良ければぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひご登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よろしければフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。